皆さんこんばんは。人間パワースポットアキラのスピリチュアルトークのお時間になりました。いつもご覧いただきありがとうございます。さあ今日はですね、輪廻転生、誰もが知るべき3つの原則ということでお話ししていきたいと思います。このチャンネルではですね、スピリチュアルをもっと理解して直感力を高めていきまして、そして超ミラクルな人生を自分に引き寄せる、そんなコツがわかりますので、興味ある方は最後まで見ていただき、チャンネル登録もお願いいたします。さあ、今日お話しするのは輪廻転生ということなんですが、この輪廻転生どういうことかっていうと、言葉で言うとですね、私たち人間を含む生き物の魂がですね、生まれ変わることを意味するわけなんですね。で、僕たちこの魂がですね、何回もこの世に生まれてきて、そしていろんな経験をしているということです。で、この何回も変わることでですね、魂というのはどんどんいろんなことを経験したりして、成長していったりするわけなんですね。で、これはですね、どんな感じかっていうと、学校で言うと分かりやすいですね。例えば、小学校1年生よりも、やっぱり小学校6年生の子の方が、いろいろ経験してるわけです。ね、毎年入学式があったりですね、夏休みがあったり、部活をやったりとかってですね、1年目ってなんとなくこんな感じかな、あんな感じかなってやったりするけども、それが3年目とか4年目とか5年目、6年目になるとですね、もう1年生の子に教えてあげたりすることもできるし、今度こんなことやるから、じゃあもっとこういう風にやると面白いんじゃないかなって、新しいことを考えたりもできる。そういう感じでですね、輪廻転生っていうのはどんどん生まれ変わっていくことで、いろんなことを経験していく。そしていろんな知識を詰めていったりするわけなんですね。で、反対に、この輪廻転生を少ない人もいます。新しい魂と言われるわけなんですが、やっぱりこの輪廻転生あまりしてない魂というのはですね、やっぱりすごくエネルギー的にはすごく清らかなんですね。だからこの世の中がですね、やっぱり6年生ばっかりであったりすると、初心を忘れてしまってですね、偉そうにする人が出てくるけども、そういう人だけではいけないエネルギー、そのためにですね、新しい、また1年生のエネルギーをこの世に送ってきたりするということもスピリチュアルの世界で行われているわけなんですね。そういう人たちっていうのは結構この世で生きていくのにですね、経験が少ないがゆえに、すごく生きづらかったりするわけなんですけども、でもそういう人たちっていうのは反対に僕たちに素晴らしいエネルギーをいろんな形で与えてくれたりするっていうことが起こっていることなんですね。はい。ですから、この輪廻転生っていうのはすごく大切なことなんですけども、よく言われるのがキリスト教の世界では今は少しずつ変わってきてるかもしれないですが、やはりこの輪廻転生っていうのを信じてないんですね。この魂がその人が死んでしまうと、魂も存続しなくなる。それで終わりっていうことをずっと言ってきてるわけです。はい。ですから、海外の人たちっていうのはですね、信じない人、この輪廻転生を信じない人が多いわけなんですが、最近はすごく変わってきています。YouTube とか見ててもですね、やはりアメリカのこの僕みたいな霊能者、いろいろなものが見えたり、スピリチュアルな世界からのメッセージを伝えたりするということができる人たちっていうのはですね、この輪廻転生っていうのがやっぱりあるんですよ、必要なんですよということですごくみんなに説明していて、こういうスピリチュアルが興味ある人の中ではですね、結構受け入れられてきているという考え方なわけなんですね。例えば、前世という考え方もですね、すごく大切であって、僕たちが前世というものを見ることでですね、考えることですごく学んだりすることも多いわけなんですね。はい。ですから、こういう理解していく前世、または輪廻転生があるんだよということを考えると、僕たちこのスピリチュアルな世界、または魂のですね、生きる目的みたいなのをどんどん理解することにもつながっていくわけなんですね。はい。ということで今日はですね、輪廻転生、誰もが知るべき3つの原則を皆さんにご紹介していきたいと思います。まず1つ目。1つ目はですね、誰もが生まれ変わるということです。生まれ変わるということは魂の選択でもあるわけなんですね。で、例えばこの人生がすごく辛かったりすると、もうちょっと生まれ変わるのしんどいな、ゆっくりしたいっていう魂もいますし、またはもう亡くなってしまったらまたすぐ生まれ変わるって言って生まれ変われ
ってくる人もいるわけなんですね。でも、なかなか生まれ変わらない人も、やっぱりいろいろ学ばないといけないので、じゃあ生まれ変わろうというふうに、誰もが生まれ変わるということです。はい。こういうふうにですね、さっきお話ししたクリスチャンの人、そういう人は死んでしまうと魂の存続なんか信じないわっていう人もですね、きっちり輪廻転生しているものなんですね。例えば僕自身もですね、自分のこの過去世なんかを見ると、西洋人の時があって、やっぱりクリスチャンだったんだけども、ちゃんと生まれ変わってこういうふうにまた違うアジア人として生まれてきたりしてるわけなんですね。はい。こういうふうにですね、前世の経験というのは意外と自分たちに、影響を与えてたりするわけなんです。僕のその前世、生まれた人がですね、すごくクリスチャンだったりするわけです。そうするとですね、やっぱりキリストの教会なんかに行くと、やっぱりちょっと、胸が熱くなったりとか、そういうふうに魂がですね、覚えていったりする。また、そういうことを考えるときにですね、何か知らないけども影響されていたりするということもあるわけなんですね。はい。ですから、誰もが生まれ変わるということを信じていただきたいと思います。そして二つ目はですね、動物も生まれ変わるということです。これね、さっき私たち人間を含む生き物の魂が生まれ変わることを輪廻転生と言いましたが、これ動物もですね、同じように生まれ変わってるわけなんですね。ですから、ペットがですね、亡くなってすごく悲しむ人とかいます。はい。もちろんそれは悲しいことなんですけども、でもまたちゃんとそのペットの魂と会えたりすることもできるしですね、動物は人間になることもあるわけです。ですから、来世でですね、生まれ変わった時に、そのペットとしてではなくって人間として出会ったりするということもあり得るわけなんですね。はい。本当に珍しいんですけども、これはあまりないんですが、たまにですね、人間、まだ新しい魂のさっき言ったですね、生まれたての魂なんかが、また動物に、それもねですね、罰でそういうふうにまた動物になってしまうとかいう感じではなくって、どちらかっていうと、そこに意味があって、そこにまた飼い主と自分というような、または愛をいっぱい交換するためにですね、生まれ変わるっていうこともあるわけなんですね。はい。そういうふうにですね、僕たちのその生まれ変わりっていうのはね、とても意味があって起こっていたりするということなんですね。はい。でも動物も生まれ変わって人間になったりしているということです。そして三つ目ですね。この世で出会う魂というのはとても深い意味があって出会っているということです。輪廻転生っていうのはいろんなことを経験するためにその魂が生まれ変わるわけなんですね。で、この魂っていうのが人生でいろんなことを経験すると、やっぱりより多くの課題とかですね、意味をその中で作っていくわけなんですね。だから今度生まれ変わるときにですね、こういうことできなかったからこうしようとか、ここが良かったからもう一回経験したいから行こうとか、またはこの人ともう一度出会いたい。そういうことで、輪廻転生を繰り返して人と出会っていくっていうことも決められるっていうことなんです。よくあることが、例えばですね、相思相愛の二人がまた生まれ変わっても私たち一緒になって愛し合いたいわねっていう人いますよね。本当にね、それって魂の目的になっちゃうわけなんです。だからそういう人たちっていうのは、もしかしたら男女が変わっていくとか、家族、お父さんお母さんとか、お父さんと子供とか、そういう感じになるかもしれないですが、また出会ったりしているということなんですね。はい。またはですね、お医者様、になる。皆さんではないんですけども、お医者様になる人っていうのは、お医者様っていうのはこのね、困った人を助けていく、死にかけてる人を助けたりする仕事じゃないですか。そういう人たちっていうのは前世で人を殺したりしていてですね、その償いをやるみたいな目的でですね、お医者さんになるっていう人もいるわけなんですね。全員ではないですよ、もちろんね。でも僕たちっていうのはこの過去世でですね、例えば昔々の、戦国時代とかそういうところに生きてた人っていうのはもう多かれ少なかれみんな人を殺したり殺されたりっていうのはされてるものなんですけどもね。はい。そういうふうにすごく意味があったりするわけです。ですからこの輪廻転生を繰り返している僕たちがこの世で出会うこの近くにいる人たちですね。こういう人たちっていうのはとても深い前世からのつながりとか輪廻転生で何回も会ってたりするっていう人が多いというわけなんですね。はい。そしてこういう人たちからはですね、すごく多くの学びを得たりするわけです。ですから家族で会う人、またはこの恋愛で会う人っていうのはすごく意味があるということなんですね。そこから多くのことを学んでいるということです。こういうふうにですね、
僕から見てても輪廻転生っていうのはあるんです。こうやって皆さんのスピリチュアルカウンセリングをするときにやっぱり過去性とかが見えてくるわけなんですね。そうするとやっぱり過去性から学ぶこと、過去性でこうだったから今こうしましょうねっていうようなこともすごくたくさん分かってきたりするわけです。だから過去性を見ること、知るっていうことはすごく多くのことを学ぶことにもつながっていくということなんですね。最後によく言われるのがこの輪廻転生がですね、やっぱり生まれてくるといろんなトラブルがあったり、いろんな苦しいこと、いろんな勉強しないといけないとかですね、そういうことがあって、もうここ生まれ変わりから、離脱したいという人も結構スピリチュアルを勉強している人にはいますが、魂的にはですね、こっちに生まれてくるっていうのは、ある意味楽しみなわけですよ。いろんなことを経験するというのをもう自分で分かって、自分で経験を決めてくるわけですからね。だからどっちかっていうと、魂が遠足に行くような感じなんです。はい。ですから僕たち生きてるものとしてはもう生まれ変わりたくない、もう辛いこと経験したくないと思いますが、魂的にはこの一つ一つの今の経験を、やはり一つ一つ学ぶことがあって、そして楽しむべきものだったりするわけなんですね。はい。ですからそんな人生の出来事をですね、一つ一つ僕たち自身も楽しみながら進んでいけると、この輪廻転生を、上手にこなすことができるのではないでしょうか。ぜひやってみてください。この番組でこのようにスピリチュアルとか芸のこと、海外のことなんかもお話ししています。そういうことに興味があれば、ぜひチャンネル登録をしていただき、アキラの部屋のメンバーになってください。はい。そしてこちら、じゃーん。僕の一冊目の本、守護霊リーディングです。僕は守護霊さんのメッセージを伝えるという、スピリチュアルカウンセリングをやってるんですが、この守護霊さんからですね、いろんなことを僕も教えていただきました。そのことを本に書いてですね、スピリチュアルっていうのはこういうふうに考えるといいんですよというようなことを書いてます。そういうことに興味があればぜひ読んでいただきたいなと思います。それでは今日も皆さんに愛をお届けして終わりたいと思います。よろしいですか？では、みんなの幸せを祈って、ミラクルラブ届いたかな？それではまたお会いしましょう。さよなら。